こんばんは。不動産 OL で整理収納アドバイザーのあきです。今日は年内最後の捨て活です。来年福を呼ぶためにも余白を作るぞという気持ちで片付けました。物を手放す基準などもお話ししていますので、ぜひ年末の断捨離のお供にしてもらえたら嬉しいです。まずはクローゼットです。クローゼットは何度も見直ししていて、もう完了かなと思っていたんですけれども、先日秋谷あさみさんの本を読んで刺激を受けたので再度見直すことにしました。刺激を受けた内容は、洋服選びは数少ない自分で自由に選べる事柄であること、それなのに気持ちが上がらない洋服をわざわざ着ていることに疑問を感じて洋服を見直すことにしました。手放すのはこちらです。1個ずつ見ていきます。まず1つ目がカーディガンです。この春着すぎたゆえに毛羽立ちと糸のほつれがあり、これを着ている時に誰かに会いたくないなと思うようになり手放すことにしました。誰かに会いたくない格好をしている時に限って誰かに会っちゃうんですよね。本当不思議。洋服を手放す基準の一つが、これを着ている時に誰かに会いたくないと思うものは手放すようにしています。2つ目がワンピースです。先日自分の YouTube を見て似合ってない気がしたので手放すことにしました。 YouTube を始めてからこのパターンの手放しが増えました。洋服を手放せない方は全身の写真や動画を撮ってみると自分を客観的に見ることができておすすめです。次が靴下です。こちらはゴムが緩くて下がってくるので手放します。次がリブニット T シャツです。これも着すぎて首元と裾、袖がヨレヨレケバケバなので手放します。洋服を減らしてから1着あたりの着用回数が増えたので洋服を手放すのが楽になりました。以前はあんまり着てないのに捨てるなんてもったいないと感じて断腸の思いで手放していました。今はたくさん着たという達成感とともに気持ちよく手放せるようになりました。5つ目が黒のパンツです。洗濯の仕方が悪かったのか色あせがひどく手放すことにしました。以前まこなり社長の動画でユニクロの黒のパンツは色あせが目立つから買わない方がいいって言っていて、本当にそうだなと思いました。次がジュエリーの箱です。悩んだ末に使用用途がないので手放すことにしました。特にカルティエの箱はしっかりしているのでもったいない気もしますが、過去捨てたこともあるんですが後悔したことがないので大丈夫です。次が洗面です。棚の中を一つずつチェックしていきます。サンプルがねめちゃめちゃたくさん出てきたんですよ。先日アットコスメのセールでいろいろ購入したのでまたサンプルが増えちゃったんですよね。サンプル嬉しいけど溜まっちゃうんですよね。手放すのはこちらです。1つ目がヘアクリップです。ヘアアクセサリー買っても使いこなせないことが多くても買ってしまう。今後買わないように気をつけます。次がサンプルです。これは年内使い切るという強い気持ちでいるのでステ数にカウントします。右端のは旅行用に購入して余っちゃったんですよね。旅行 Vlog も出す予定なのでまた見てもらえたら嬉しいです。次がタオルです。カスカスになってきたので取り替えます。タオルの寿命は1年と言われていますが、洗濯回数にすると30回から40回だそうです。私は4枚のタオルを持っていて計算したところもう60回も洗っていて寿命でした。物を捨てられない方は使用期限や寿命を意識するといいと思います。こちらは年末の大掃除で使いたいと思っています。次がシューズクローゼットです。定期的にはチェックしているのであんまり手放すものないかなと思いつつも見つかりました。手放すのはこちらの傘です。傘は晴雨兼用のこの傘1本で過ごしていたのですが、雨が降るかもって日は折りたたみ傘の方が便利だし、大降りの雨の日には耐えられずビニール傘を買ったんですよね。なのでこの傘は手放します。あとゴミも見つかりました。これもゴミでした。物を捨てられない人はとりあえず明らかなゴミを捨てるといいと思います。
次がキッチンです。そう、これパソコンのモニターとコードです。モニターの液晶に亀裂が入ってリサイクル出すのが面倒でずっと家に置いてあります。これを機にリサイクルに申し込みました。1週間後に集荷しに来てくれるみたいです。次に冷蔵庫の賞味期限チェックをします。これがね、結構たくさんあったんですよ。一人暮らしだと調味料を期限内に使い切るって本当に難しいですよね。できるだけミニサイズを買うようにしてるんですけど、ミニサイズが売ってない場合はどうしても大きいのを買ってしまっていて、賞味期限が切れてますね。このソースが24年11月、マヨネーズ9月、このだしも24年8月。頑張って使おう。はい、キッチンの手放すものはこちらです。こちらは賞味期限切れのものです。米粉未使用なんですよ。もったいない。次がマグカップです。リップティントがついてしまってどうしても取れなくて気持ちがいいものではないので手放すことにしました。このマグはお気に入りなので同じものを購入しようかなって思っています。こちらはゴミです。そしてプロテインの計量スプーン。スプーンは他のもので代替できるので手放します。次がノベルティです。可愛いんですけど絶対必要かと言われたらそうではないので手放します。最後は健康食品です。どうしても私は好きになれずもったいないけど手放します。続いてパントリーです。ここのゾーンほんと無理。奥行きがあって物が取り出しづらいのでいつも散らかってしまうっていうのと何でも入るのでついついいろんなものを入れてしまうんですよね。はい、これ私あるあるなんですけど購入したものやいただいたものがもったいなくて開けれなくてしばらく放置したんですよね。今日はちゃんと開封していきます。化粧品の箱は全部捨てて保管するようにしています。もう捨てないと溜まっていく一方なので。続いて外貨です。一部買取ショップの大黒屋で買い取ってもらったんですけれども大黒屋の取扱い通貨が限られていて余ったものたちです。硬貨も取り扱いができないとのことでした。ポケットチャージという ATM で一部硬貨を買い取ってもらえるそうで年内に行ってこようと思います。残りはユニセフに送れば寄付できるそうなのでそうします。使わないものをいつまでも家にあっても仕方ないですしそれで誰かのためになるならこれ以上いいことはないなって思いました。次は写真の仕分けです。こちらはヨドバシカメラでデジタル化サービスを見てする予定なのですが結構高くてまずはデジタル化する写真を厳選するところから始めようと思ったのですがあまりの量で挫折しました。来年どうにかしたいですね。はい、パントリーの手放すものは主にゴミでした。開封できずじまいのものが開封できてよかったです。最後がリビングの棚です。ここもいつも汚いんですよね。もうどうしたらいいんだろうか。まずは全部出しすることにしました。物が多い場所は整理収納の大原則の全部出しするのがいいですね。物がどのくらいあるのか何があるのか把握することができます。整理収納をすると決断力がつくようになると言いますがその理由が自分にとって必要なものと不必要なものに分け今は自分に何が必要なのかを選び取ることにより決断力がつくそうです。私は優柔不断でいるものが分からず動画編集もですがプレゼンも全ての情報を盛り込んでしまうんですよね。来年は捨て活しないで済む部屋にしたいと思ってましたがまだ物があるのと決断力がついてないので来年も引き続き行って決断力をつけたいと思っている次第です。コードの整理をしています。話はそれますがこのテプラ超お気に入りです。テプラって大きい上に1万円以上するイメージだったのですが手のひらサイズでコンパクトで3000円ぐらいだった気がします。書類整理に大活躍です。ずっとやりたかった家電の保証書と領収書の整理です。一緒くたにしていたので家電ごとにファイリングできてすっきりしました。
リビングの手放すものたちです。まずは積んどくです。年内読み切るぞという強い気持ちでいるのでカウントします。ほとんど1回は読んでいて、読書ノートを書いてから手放そうと思っているのですが、読書ノートが面倒でずっと残ってます。読書ノートを書かなきゃいいじゃんって思われるかもしれませんが、語彙をつけたくて本を読んでるのですが、読んだだけだと身にならなくて、その解決策が読書ノートをつけるなんですよね。頑張ります。次がノートとシールです。文具好きで買っちゃうんですが、ずっと使っていないものは手放すことにしました。次が Amazon の Fire Stick TV 関連のものです。テレビを新調したので YouTube などのアプリが内蔵されていて不要になりました。次が Apple の充電器です。これもめちゃくちゃ溜まってました。まだいくつかあって今回は一旦3つだけ手放します。悩むものは保留ボックスに入れて来年手放したいなと思っています。次がマニキュアです。1回も使ってなくてもったいないんですけど、来年深爪矯正サロンに行くので使うことがないと思うので手放します。次が家電の箱です。もうこれもいらないので手放します。次が防災ブックです。動画を作るのに参考にしようと思って撮っていましたが、動画が作り終わったのとホームページからも PDF 見れるので手放します。次が教本ですね。以前受けていた資格のテキストです。こちらももう使わないので手放します。薬です。同じ薬2個も開封していたので古いと思われる方も手放します。薬も使用期限があるのでチェックしてみるといいと思いますよ。で、次が謎のベルトです。使い方がわからないので手放します。次が取扱説明書です。これもホームページで見れるので手放します。次が整理収納協会の開放誌です。次がブックカバーです。サイズが微妙に合わなくて手放します。次が山ほどのゴミです。ファイリングしている書類の中でも結構いらないものがたくさんありました。定期的なチェック大切ですね。次が診察券ポイントカードショップカードです。もう行かない病院とデジタル化したポイントカードを手放します。リビングの棚はめちゃくちゃ綺麗になりました。綺麗というかすっきりしました。はい、最後が椅子です。以前ダイニングテーブルとチェアで仕事していて、デスクとワークチェア買い替えたんですけれども、椅子1脚だけ残していて、こちらもね使わなそうなので手放すことにしました。解体して粗大ゴミに出すのってめんどくさいですよね。家具は購入に慎重にならないといけないですね。はい、こちらが今回手放すものの全てです。年内1000個捨てを目指していたんですけれども、前々回37個、前回9個、今回108個なので合計154個で全然1000個には達成しませんでした。去年1000個捨てした自分はすごかったんだなと思いました。いまいちすっきりしないんですけど、少しずつは物が減っているので良しとします。来年も定期的に生活しようと思うので、引き続きお付き合いいただけたら嬉しいです。このチャンネルでは整理収納を中心としたファッションや美容などライフスタイルについて発信しています。チャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。